冒頭3件申し上げます。まず、令和2年7月の有効求人倍率は 1.08 倍と、前月よりも 0.03 ポイントの低下となりました。また、正社員の有効求人倍率は 0.81 倍と、前月から 0.03 ポイントの低下となりました。詳細に見てまいりますと、有効求人倍率の分子である有効求人数季節調整値では、前月比で 2.5% 増と、令和元年の5月以来、1年2ヶ月ぶりに減少から増加に転じたところであります。一方で、分母である有効求職者数、これも季節調整値でありますが、前月比で 6.0% 増加と、3ヶ月連続の増加となり、有効求人倍率の低下につながっております。有効求人数全体は減少から増加に転じておりますけれども、そのうちの新規求人数について見ますと、前月比で 4.9% 減少し、3ヶ月ぶりの減少となっております。また、7月上旬からの新規コロナウイルス感染症の新規感染者数の増加に伴い、事業の先行きに不透明感が高まったこともあり、足元では労働需要の減退につながったものと考えております。また、新規求職者数も前月比で 4.5% の減少と3ヶ月ぶりの減少となりました。求職理由別に原数値の前年同月比を見ますと、求職活動されている在職者は 15.2% 減少、無業者は 14.6% 減少と、前月と比較し、その減少幅は拡大をしております。7月上旬からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、求職活動を控える動きが見られていると言えると思います。一方、事業主合離職者は 47.7% 増と、前月の 81.7% 増と比較すると、増加幅は縮小しているものの、引き続き大きな増加となっており、注意が必要であります。また、本日公表された総務省の労働力調査によりますと、令和2年4月の完全失業率は 2.9%、就業者数は前月より11万人増加しましたが、完全失業者数が前月より2万人増加したことから、前月より 0.1 ポイントの上昇、5月以降は横ばい圏内の推移となっております。雇用者数は前月から15万人増加となり、4ヶ月ぶりの増加となっております。雇用形態別に前年同月差を見ますと、正規の職員・従業員は52万人の増加、前月の30万人増と比較しても増加幅は拡大しておりますが、一方で非正規の職員・従業員は131万人減少と、前月の104万人減少と比較して、その減少幅が拡大をしておりました。統計開始以来過去最大の減少値となっております。その内訳を見ますと、特に労働者派遣事業所の派遣社員は、前月は前年同月差で増減なしでありましたが、7月は16万人減少となっており、単月の動きではありますが、引き続き注意が必要であります。他方、7月の休業者数は220万人と前年同月差で34万人の増加となり、前月と比較してもその増加幅は大きく縮小しております。2ヶ月目の調査世帯のみを対象とした集計結果によりますと、6月に休業者であった方の7月の就業状態を見ますと、約 55% の方が休業の継続、約 33% の方が従業者として戻っておられる、完全失業者は約 3% ということで、多くの方が仕事に戻るか、あるいは休業を継続しているという状況であります。このように現在の雇用情勢は、求人が減少から増加に転じる中、求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き増加しており、厳しさが見られております。また、東京都や大阪府などでは、有効求人倍率が1倍を下回るなど、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により一層注意する必要があると考えております。2点目がですね、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入を失った学生等を支援する観点から、都道府県労働局と日本年金機構においてそれぞれ100名以上を採用するとしておりました。今般、内定採用を合わせて、都道府県労働局が107名、日本年金機構104名、
留学生も含め採用を行ったところであります。本件は生活を守るプロジェクトチームのヒアリングの中で、アルバイトで生計を立てている学生の方々、アルバイト先がなくなり、学業の継続すら危ぶまれるという話がございました。厚労省としてもできることを対応していかなければならないとの思いで、本プロジェクトチームのリーダーである稲津副大臣に対して対策の検討を指示し、同副大臣のリーダーシップでこうした対応を取っていただいているところであります。引き続き関係省庁とも連携しつつ、新型コロナウイルス感染症により生活上の困難を抱える方々の支援に取り組んでいきたいと考えております。3番目でありますが、昨日、ガビワクチンアライアンスに対し、COVAX ファシリティへの参加の意思の表明を行いました。これはガビワクチンアライアンス感染症流行対策イノベーション連合であるセピおよび WHO が中心となり、新型コロナウイルス感染症のワクチンを共同購入する国際的な仕組みであります。高中所得国は自ら資金を拠出し、ワクチンを自国用に購入し、低所得国へはドナー国からの拠出金によりワクチンを供給するという仕組みとなっております。我が国はすでに複数の企業とワクチンの供給について基本合意に至っておりますが、この COVAX ファシリティの仕組みは、我が国におけるワクチン確保のための一つの手段となり得るもの、また国際的に公平なワクチンの普及に向けた我が国の貢献でもあると。こうした意義を有するものであり、我が国も積極的に議論に参加をしてまいりました。今回、意思表明を行ったところでありますけれども、これは特段の拘束力がないということであります。9月18日が期限、正式参加表明の期限とされておりますので、それに向けてさらなる検討を進めていきたいと考えております。私の方からは以上であります。